糖尿病は大きく分けてインスリン分泌不足型とインスリン抵抗性型の2つに分類されます。前者は膵臓の β 細胞がインスリンを十分に作れなくなることで血糖が上がります。後者はインスリンは十分に出ているのに、筋肉や脂肪、肝臓がインスリンの指示にうまく応えられない状態です。今日の話は主に後者、すなわちインスリン抵抗性に焦点を当てます。インスリンが体内でどのように働くかを知ることが、抵抗性の原因を探る鍵になります。インスリンは血液に放出されるとまず血管の壁を通り抜けて、標的細胞の表面にあるインスリン受容体にくっつきます。この受容体は酵素活性を持つタンパク質で、インスリンが結合すると自己リン酸化が起こり、下流のシグナルがスタートします。重要なのはインスリン受容体基質位置です。受容体の内部に位置し、受容体がリン酸化した部位にチロシンリン酸化されて情報を次へ渡します。インスリン受容体基質位置がチロシンリン酸化されると、細胞内にある PI3 系経路が活性化します。AKT は細胞の代謝を司る重要なタンパク質で、特にブドウ糖の取り込みを促進します。AKT が活性化されると、細胞膜上のグルコーストランスポーター4が細胞内部から表面へ移動し、地中のブドウ糖が筋肉や脂肪細胞に吸収されます。この流れが正常なら、食後の血糖上昇はすぐに抑えられます。しかしインスリン抵抗性が起きると、このシグナル伝達が途中で止まります。主な阻害メカニズムは2つあります。1つはインスリン受容体基質位置自体の機能低下。もう一つは AKT 以下の経路の抑制です。まずインスリン受容体基質位置の障害を見てみましょう。本来はチロシン残機がリン酸化されてシグナルを伝えますが、ストレスや炎症が長く続くとセリンやスレオニン残機が過剰にリン酸化されます。代表的な部位はセリン307、セリン636.639です。セリンリン酸化はチロシンリン酸化を妨げ、結果としてインスリン受容体基質位置がうまく働かなくなります。セリンリン酸化を引き起こす主なキナーゼには、酸化ストレスや肥満に伴うサイトカインが活性化させる JNK や IKK-β、さらに栄養過剰時に活性化される mTOR、S6K1 があります。これらは脂肪組織や筋肉、肝臓でそれぞれ異なる程度に働きます。脂肪組織では有利脂肪酸が増えると JNK が強く活性化され、インスリン受容体基質位置のセリン307がリン酸化されやすくなります。筋肉でも過剰なタンパク質合成が mTOR、S6K1 を刺激し、同様にセリン636.639がリン酸化されます。肝臓では高インスリン状態が続くと S6K1 がフィードバックでインスリン受容体基質位置の分解を促進します。インスリン受容体基質位置がセリンリン酸化されると、ユビキチン、プロテアソーム系によって標的化され、速やかに分解されます。具体的にはカリンド7や SOX1、SOX3 といった E3 ユビキチンリガーゼが関与します。また慢性炎症下ではオートファジーが更新し、インスリン受容体基質位置がオートファゴソームに取り込まれて分解されることも報告されています。さらに NF-κB が活性化されると、インスリン受容体基質位置遺伝子のプロモーター活性が抑えられ、転写レベルでも減少します。MIR116 や MIR144 がインスリン受容体基質位置の mRNA を直接標的にし、翻訳抑制を行うことも明らかになっています。次に AKT 以下の経路がどのように抑制されるか説明します。AKT が活性化されるためには、細胞膜上に生成された PIP3、ホスファチジ類のシトール353リン酸が必要です。PIP3 は PI3 がリン酸化して作られますが、逆に分解する酵素として PTN や SIP2 があります。肥満や2型糖尿病患者では PTN の発現が上がり、PIP3 が減少して AKT への膜移行が阻害されます。また PI3 の P85 サブユニットが過剰に存在すると、P110 触媒サブユニットとの結合が妨げられ、全体の PI3 活性が低下します。AKT が活性化されないと、
下流の PDK1 や mTORC2 が適切にリン酸化できず、AKT 自身の活性が維持できません。さらに脱リン酸化酵素 PP にアンペアが過剰に働くと、AKT のスレオニン308、スレオニン473が除去され、シグナルが途絶えます。こうした分子レベルの阻害は、筋肉でのブドウ糖取り込みの低下や肝臓での糖心性抑制不全につながります。実際の臨床データでも、2型糖尿病患者の筋肉生検からはインスリン受容体基質1のセリンリン酸化が顕著に増加し、PI3AKT 経路の活性が低下していることが確認されています。高脂肪食を与えたマウスでも、肝臓と筋肉で同様の変化が観察され、JNK 欠損マウスではインスリン抵抗性が改善するという興味深い結果が得られました。重度の熱傷を負ったマウスでは、筋肉におけるインスリン刺激下のブドウ糖利用率が著しく低下し、インスリン受容体基質1のリン酸化が減少していることが示されています。これは外傷や手術後の急性インスリン抵抗性のメカニズムを理解する上で重要な手がかりとなります。ここまで分子レベルの障害を見てきましたが、実際に治療にどう結びつけるかが課題です。最近の糖尿病治療は、単に血糖値を下げるだけでなく、インスリン感受性そのものを改善する方向へシフトしています。第一選択薬として広く使われるメトホルミンは、肝臓での糖心性を抑制し、AMPK を活性化することでインスリン感受性を間接に高めます。第二選択薬としては GLP、一受容体作動薬が注目されています。これらは食事後のインスリン分泌を増強し、同時に食欲抑制による体重減少効果があり、結果としてインスリン抵抗性を改善します。第三選択薬の SGLT2 阻害薬は腎臓での糖再吸収を阻害し、尿中に糖を排泄させることでカロリー損失と血糖低下を同時に実現します。それぞれ異なる臓器に作用し、相乗的にインスリン感受性を回復させることが期待されています。分子標的治療の最前線では、より直接にインスリン受容体基質1や PI3AKT 経路を修復しようとする試みが進んでいます。例えばクリスパー Cas9 技術を用いたインスリン受容体基質1遺伝子の編集は、セリン 307V のリン酸化阻害変異を導入することで、インスリンシグナルの回復が確認されたという報告があります。まだ動物実験段階ですが、将来には体細胞遺伝子治療として臨床応用が期待されています。PTN 阻害剤や mTORC2 活性化剤といった分子レベルの薬剤開発も進行中で、AKT 以下のシグナルを直接に強化しようとするアプローチが注目されています。分子介入だけでなく、生活習慣やデジタルヘルスの活用も不可欠です。最近の研究では、指先血液から測定できる糖カールブミン、GA を郵送キットで週に一度測定し、その結果をスマートフォンでフィードバックすることで、患者自身が食事や運動を振り返り、血糖管理が改善されたという実証例があります。さらにウェアラブルデバイスから取得できる心拍数や活動量、睡眠パターンといったデータを人工知能で解析し、インスリン抵抗性のリスクを予測するモデルが開発され、特に肥満や座りがちな生活を送る人々に対して高精度な予測が可能となっています。リアルタイムのモニタリングと AI 解析の融合は、個別改良の実現に向けた大きな一歩です。腸内マイクロバイオームの調整も、インスリン感受性改善の新たな戦略として期待されています。タンクサリ脂肪酸産生菌が減少し、内毒素産生菌が増えると全身性炎症が更新し、JNK や IKK-β が活性化されてインスリン受容体基質1のセリンリン酸化が促進されます。そこで、アッカーマンシアムシニフィカやラクトバシラス、ラムのサス GG といった有益菌の投与、あるいはプレバイオティクスとしてイヌリンやオリゴフルクトースを摂取することで、腸内環境を整え炎症を抑制し、結果としてインスリンシグナルが回復するという報告があります。さらに健康なドナーからの糞便移植、FMT、も臨床試験段階で進められており、腸内細菌草むらのリセットがインスリン感受性向上に寄与する可能性が示唆されています。
実際の診療では患者さん一人一人の背景に合わせた組み合わせが求められます。例えば若年層で肥満が強く、心血管リスクが高い場合はメトホルミンに加えて GLP、一受容体作動薬と SGLT に阻害薬を併用し、体重減少と心血管保護を同時に狙います。一方で腎機能が低下している高齢者には SGLT に阻害薬を中心に据え、腎保護効果を最大限に生かすといった戦略が考えられます。さらに生活習慣の改善が不十分な場合は、GA 測定キットやウェアラブルデバイスを用いた自己管理支援を組み合わせ、データに基づくフィードバックでモチベーションを維持します。今後の展望としては、ゲノム、トランスクリプトームメタボロームマイクロバイオームを統合した多層バイオマーカーの開発が進み、患者ごとの最適治療アルゴリズムが自動に提案される時代が訪れようとしています。次に、クリスパーや RNA 干渉といった遺伝子操作技術が安全性を確保しながら臨床応用されれば、インスリン受容体基質位置や PI3AKT 経路の根本的な修復が可能になるでしょう。最後に、デジタルヘルスと人工知能の融合がさらに進化し、リアルタイムで血糖やインスリン感受性をモニタリングし、個別化された薬剤投与が実現します。ここからは、糖尿病の研究と実際の治療が、歴史の流れと最新の科学技術によってどのように進化してきたのかを、詳しく見ていきましょう。まずは、歴史的転換点となったインスリンの発見についてです。20世紀の初め、カナダの医学者であるフレデリック・バンティングとチャールズ・ベストが、膵臓から血糖値を下げる物質を見つけ出しました。これが、糖尿病治療における大きな転換点となりました。それまでは、甘い尿が出る病気と呼ばれ、厳しい食事制限や絶食しか方法がありませんでしたが、インスリンが実用化されたことで、急激な悪化による死亡率が劇的に下がったのです。その後、インスリンは動物由来から人由来、さらに遺伝子組み換え技術を使ったものへと進化し、投与回数や副作用などの使い勝手がどんどん良くなっていきました。次に、体の中でインスリンがどのように働くか、その仕組みを解説します。インスリン受容体という受け皿は、2つのパーツが組み合わさった構造をしています。ここにインスリンが結合すると、スイッチが入ってチロシンキナーゼという活性が始まります。このスイッチが、まず IRS1 や IRS2 という物質をリン酸化させ、次に PI3 という酵素を呼び寄せます。PI3 は、細胞内の物質を変換し、それが AKT というタンパク質を細胞の膜へと移動させて活性化させます。この AKT が、グルコーストランスポーター4という糖の運び屋を細胞の膜に送り出すことで、血液中の糖を効率よく取り込めるようになるのです。最近の研究では、この流れの中で IRS1 という物質に過剰なリン酸化が起きることが、インスリンが効きにくくなる、つまりインスリン抵抗性の主な原因であることが分かってきました。特に、慢性な炎症や脂肪酸が増えすぎると、JNK や IKK β という物質が活性化し、IRS1 の特定の場所を攻撃して信号伝達を妨げます。これが、肥満に関連したインスリン抵抗性の中心的な仕組みと考えられています。また、遺伝子のスイッチのような働きをするエピジェネティックな制御も、糖の代謝に影響を与えます。例えば、肥満のマウスを使った実験では、ミやあるヒト GAPR ガンマという遺伝子領域でヒストン収縮が減り、脂肪細胞がうまく作られなくなることが報告されています。一方で、ミトコンドリアの DNA 脱メチル化が進むと、エネルギー生成効率が上がり、インスリンの効きが良くなるという報告もあります。つまり、日々の食事や環境などの刺激が遺伝子の働き方を長期に書き換え、糖代謝に影響を与えるということです。運動についても面白い仕組みがあります。有酸素運動や筋トレは筋肉の中で独自のシグナルを動かします。AMPK という物質はエネルギー不足を感知してインスリンがなくても直接グルコーストランスポーター4を膜に送り出します。また
筋肉が縮むことで活性化するカルシウムカルモジュリン依存性タンパク質キナーゼ2もインスリンに関係なく糖を取り込ませます。さらに運動後に筋肉から分泌されるインターロイキン6やイリシンというホルモンは肝臓や脂肪組織のインスリン効きを遠隔に高めてくれます。ですから一人一人に合わせた運動プランは薬と合わせてインスリンの働きを取り戻す重要な鍵となります。子供や思春期の糖尿病には特有の難しさがあります。最近では肥満の子供に2型糖尿病が増えています。子供のインスリン抵抗性は大人よりも成長ホルモンや性ホルモンの影響を強く受け、受容体の量が変わりやすいのが特徴です。そのため治療開始時期や薬の選択では成長への影響を最小限に抑える必要があります。メトホルミンは体重増加抑制効果が期待できますが、骨の成長に影響を与えるリスクがあるため、定期的に骨密度を測ることが推奨されます。また GLP、一受容体作動薬は食欲抑制効果が高く、子どもの肥満改善に期待されていますが、長期安全性についてはまだデータを集めている段階です。妊娠中の糖尿病は、お母さんの血糖管理が胎児の代謝プログラムに直接関わる疾患です。血糖値が高い環境が続くと、胎盤を通じて胎児の膵臓ベータ細胞が増えすぎ、出生後のインスリン分泌過剰や肥満リスクが高まります。治療としては食事療法とインスリン投与が第一選択です。SGLT2 阻害薬は赤ちゃんへの安全性がまだはっきりしていないため使用が制限されています。さらに妊娠中に腸内細菌バランスが変わると炎症を起こす物質が増え、インスリンが効きにくくなることが報告され、プロバイオティクス併用も検討されています。糖尿病の管理は医療だけでなく、本人の知識や周囲のサポート体制にも左右されます。所得が低い方や高齢の方は血糖測定器やデジタルツールの利用が難しく、自己管理のハードルが高くなりがちです。そこで、地域の保健センターが中心となって定期的なチェックや生活指導を行うコミュニティヘルスワーカー制度が格差是正の助けになっています。また、保険制度の変化で測定用試薬やウェアラブルデバイスの費用補助が広がりつつあり、国レベルでの支援が重要視されています。次世代の薬の開発については、3つの注目すべき標的があります。1つ目は GLP、1作動薬です。これは腸から GLP、1と GIP の分泌を促し、インスリン増加と食欲抑制を同時に狙います。2つ目は FGF21 アナログです。肝臓で脂肪酸燃焼を促進し、インスリン効きを良くし、体重減少や脂質改善が見られます。3つ目は β 細胞再生ペプチドです。PDGF というシグナルを調節して膵臓 β 細胞を増やし、機能回復を目指します。これらの薬は血糖値を下げるだけでなく、代謝全体をリセットすることを目指しています。同時に、血液中のマイクロ RNA や脂肪組織由来エキソソームのタンパク質がインスリン抵抗性の早期マーカーとして期待されています。多くのデータを解析し、機械学習と組み合わせることで、患者一人一人に合わせた薬選びが可能になりつつあります。臨床試験のやり方も進化しています。これまでの方法に加え、レイズ統計を用いたプラットフォーム試験が導入されました。これは複数の治療法を同時に試し、効果があるものは拡大、ないものは早期に中止する方法で、期間とコストを削減できます。糖尿病分野でも、メトホルミンと GLP、1の併用と SGLT2 阻害薬単独使用を同時に比較し、心臓や腎臓保護効果でどちらが優れているかを示した例があります。デジタルツールの活用も進んでいます。AI 搭載したアプリは血糖値、食事、運動、睡眠をまとめて見える化し、その人に最適な行動をリアルタイムで提案します。特に対話型コーチング機能はユーザーの感情やストレスを解析し、心のサポートまで提供できます。さらにブロックチェーン技術を使ったデータ共有ネットワークにより、本人の同意のもと匿名データを安全に研究に活用し、ビッグデータ解析の信頼性を高める仕組みが作られています。最終に目指すのは、
4つの層からなる統合的精密医療の仕組みです。第1層は分子診断で、AI 解析によって個別のマーカーを提示します。第2層は個別化治療で、遺伝子や腸内細菌などを考慮して最適な薬の組み合わせと量を自動で作ります。第3層はデジタルモニタリングで、ウェアラブルデバイスなどで24時間データを集め、治療プランをリアルタイムでホロ調整します。そして第4層は社会支援ネットワークで、地域サービスや保健、教育プログラムが連携して生活全般をサポートします。このような仕組みが実現すれば、糖尿病は治らない慢性疾患ではなく、管理可能な状態へと変わり、生活の質を上げながら医療費も削減できるでしょう。最後に、インスリン受容体の研究について少し触れます。この研究は20世紀前半の膵臓ホルモン抽出実験から始まりました。インスリンの結晶化に成功した後、受容体の存在を示す方法が開発され、1970年代にはその構造が決定されました。この時、受容体が自らリン酸化して信号を出し始めることが分かり、生物学におけるシグナル伝達概念が確立された大きな転換点となりました。インスリンが受容体に結合すると、チロシンキナーゼ活性が高まり、細胞内の IRS 群がリン酸化されます。特に IRS1 は多くの下流因子と結びつき、PI3 を活性化させます。PI3 は PI3 を作り出し、プロテインキナーゼ B、つまり AKT を膜へ誘導して活性化させます。この AKT が、糖を取り込むグルコーストランスポーター4を細胞膜へ運び、糖の取り込みを促進し、同時に糖新生抑制や脂肪酸合成酵素活性化を行います。このように、食事や生活指導が自動に最適化される未来が見えてきます。糖尿病の仕組みから最新の治療、そして未来の医療インフラまで、包括的な展望をお伝えしました。体内のバランスを整える仕組み、それが代謝です。その中でも特に重要なのがインスリンの働きです。肥満や過食が続くと、脂肪組織から炎症を引き起こす物質が放出されます。その物質は体内のシグナル伝達経路を刺激します。例えば、ジャンクス活性化タンパク質キナーゼや核因子カッパ B という経路です。これらが活性化されると、インスリンシグナルを伝えるタンパク質、IRS1 のセリン部位にリン酸が過剰に付着し、インスリン受容体とうまく結びつかなくなり、インスリン効果が弱まります。また、ミトコンドリア機能が低下すると活性酸素が増え、インスリン受容体自体を傷つけ、シグナル伝達が阻害されます。さらにエピジェネティックな変化も関与します。例えば MER29 が増えると、IRS1 や PI3 キナーゼの産生が抑制され、インスリン効果が長期に低下します。病院では空腹時インスリンと血糖値からインスリン抵抗性指数を算出しますが、これはあくまで目安で分子レベルの異常は直接検出できません。現在使用されているインスリン感受性改善薬には、ペルオキシソーム増殖因子活性化薬やペルオキシソーム増殖因子ガンマ作動薬があります。これらは主に脂肪組織代謝を改善しますが、筋肉や肝臓で IRS1 を安定させる効果は弱いです。最近の研究では、IRS1 分解を防ぐペプチドが動物実験で効果を示しています。また、PI3 キナーゼ特定タイプだけを抑える薬も開発され、過剰活性化による悪影響を回避しつつ、ACT というタンパク質のシグナルを維持できる可能性があります。さらに ACT を直接活性化する小分子もあり、インスリンがなくても糖取り込みを助けます。mTORC1 という複合体を適度に抑制すると、オートファジーが活性化され、細胞内ストレスが軽減し、インスリン感受性が回復します。食事内容も重要です。飽和脂肪酸を減らし不飽和脂肪酸を多く含む食事に変えることで、炎症経路の活性化を抑制できます。また、時間制限摂食法は夜間インスリン分泌ピークを平坦化し、肝臓での糖新生を抑えます。中程度の有酸素運動は筋肉細胞の AMP キナーゼを活性化し、PI3 キナーゼ経路と共同してグルコース取り込みを増やします。
十分な睡眠は成長ホルモン分泌リズムを整え、インスリン受容体感受性維持に重要です。ある山間部の高齢者コミュニティでは、平均寿命が全国平均を上回っています。彼らは伝統的な野菜中心の食事と昼食後の短い散歩を日課にしています。地中インスリン濃度は低めなのに、インスリン感受性は非常に高いことが分かっています。遺伝子解析で IRS1 のセリン部位に自然変異が多く見られ、炎症シグナル耐性を与えている可能性があります。この事例は遺伝的背景と生活習慣がインスリン抵抗性に与える影響を示す貴重な証拠です。最近の技術では、単一細胞 RNA シークエンスで β 細胞と筋細胞の相互作用を詳しく調べられるようになりました。腸内細菌が産生する単鎖脂肪酸が肝臓のインスリン受容体シグナルを強める仕組みは未解明です。またクリスパー技術で IRS1 欠損マウスに組織特異的に遺伝子補充するとインスリン感受性が回復することが示されています。将来、患者自身の細胞に対する遺伝子修正治療が実現するかもしれません。実際の医療現場では、分子レベル診断情報をもとに個別薬剤組み合わせと生活指導を自動作成するシステムが試験導入されています。患者はスマートウォッチ型デバイスで1日の血糖と心拍変化を測定し、データはクラウド解析エンジンへ送られ、AI アルゴリズムで IRS1 リン酸化状態やアクト活性を推定します。必要に応じて IRS1 安定化ペプチド投与タイミングが提示され、分子レベル情報と日常行動データが結びつくことでインスリン抵抗性の根本的改善が現実になっています。次回は、この統合システムを体験した患者さんのインタビューを通じて、日常生活での具体的変化をお伝えします。今回は、実際にこのシステムを利用した3人の患者さんの経過をご紹介します。分子レベルの変化と臨床結果がどのようにつながっているかを示します。最初のケースは55歳男性です。肥満型2型糖尿病で、開始時の空腹時血糖は 162mg、デシリットル、ヘモグロビン HC は 8.4%、IRS1 のセリン307リン酸化率は約 68% でした。AI 解析に基づき、週3回の高強度インターバルトレーニングと EPA、DHA を主成分とするオメガ3サプリを併用したレジメンを導入しました。薬には PI3 キナーゼ選択阻害剤と mTOR-C1 低用量阻害剤が含まれ、12週間後に空腹時血糖は 112mg、デシリットル、ヘモグロビン HC は 6.9% へ改善しました。地中 EV、エクソソーム中の MER29A 濃度が 30% 低下し、IRS1 全体のタンパク質量が 15% 増加しました。患者は、朝の倦怠感が消え、階段の上り下りが楽になった、と語っています。2番目のケースは68歳女性です。高齢で腎機能低下の糖尿病患者で、腎クリアランスが 45ml、パーミニッツという制限からスルホニルーレア契約は使用できませんでした。皮下埋め込み型マイクロポンプで IRS1 安定化ペプチドを微量持続投与し、時間制限接触、8時間窓、時計度ヨガを組み合わせました。6ヶ月後の評価でインスリン抵抗性指数は 2.1 から 1.3 へ低減し、腎機能は変化なし、血清インターロイキン6と TNF-α がそれぞれに 12%、18% 減少し、ジャンクス活性化が抑制されたことがバイオマーカーで裏付けられました。本人は、夜間頻尿が減り、睡眠の質が向上した、と実感しています。3番目のケースは42歳女性です。妊娠合併糖尿病で、妊娠28週で診断されました。胎児への過剰グルコース供給リスクが懸念され、AI が推定した胎盤側 IRS1 リン酸化異常を補正すべく、AMP キナーゼ活性化ペプチドと低 GI 食事指導を中心にプログラムを実施しました。4週間後の経口ブドウ糖負荷試験では2時間値が 180mg、デシリットルから 132mg、デシリットルへ低下し、胎児超音波でも体重増加曲線が正常範囲内に収まり、
母体インスリン感受性が顕著に改善しました。3回は、分子標的介入が妊娠期糖尿病管理に新たな選択肢を提供する可能性がある、とコメントしています。今後の拡張方向として、3つの取り組みが進められています。1つ目は多臓器相関モデリングです。肝臓、筋肉、脂肪組織の単一細胞プロファイルを統合し、リアルタイムで IRS1 から ACT までのネットワーク動態を可視化するデジタルツインを構築中です。これにより薬変更が各臓器に与える影響を予測し、PI3 キナーゼ阻害剤の副作用リスクを事前に除外できます。2つ目はエピジェネティック編集です。クリスパー D-Cas9 クレーブシステムで MER29 や HDAC 酸化上発現領域を選択的にサイレンシングする試みが進行中です。人 iPS 細胞由来筋細胞モデルでは、IRS1 翻訳効率が 30% 向上し、グルコース取り込み速度が顕著に増大しました。3つ目は遠隔モニタリングとフィードバック制御です。次世代ウェアラブルは地中酸化還元電位を非侵襲で測定し、酸化ストレスが敷値を超えると IRS1 保護ペプチドの自動放出を指示します。臨床試験の予備結果では、酸化還元電位上昇が48時間続くとインスリン感受性が急激に低下するパターンが明らかになり、早期介入の有用性が示唆されています。以上の事例と技術展望は、分子標的と生活習慣が相互に強化し合うハイブリッド治療の実現に向けた重要なステップです。次回は、これら新技術が実際に保険適用へ移行するまでの政策課題と、患者団体が果たす役割について詳述します。